どうも、ボタニカリスティクスです。今日はフィカス紹介でアルテシマを満を持して、やりたいと思います。とうとうやっちゃいます。別に避けてたわけじゃないんですけど、なんとなく経営もしてないし、やらなきゃなとは思ってたけども、別にいつやろうとか、なんか決めてたとか、もうないです。もう本当に何も考えてないです。ただぼーっとこれやろう、これやろう、みたいなやつたらアルテシマより前によくマニアックなのね、ブルールビーとか、ウィアンディとか、なんとなく先にやっちゃっただけ。何も考えてない。まずは、このアルテシマの、葉っぱをちょっと撮った動画がありますんで、先にそっちどうぞ。はい。これがうちのアルテシマです。ここが、大きな葉っぱ。普通の、一番ベーシックな葉っぱだと思ってもいいかも。ちょっと今ちらっと向こうに見えたこれが、これとかいいですよね。この葉の色が白っぽくなって。例えば、これもそうですね。僕の思う理想のアルテシマの葉っぱです。で、これが割と一般的なイメージ。で、これね、同じ木でもこんなにいろんな葉っぱがつくんですよ。環境その時の環境によって、多分葉っぱは変わってくると思うんですよね。割とね、普通の葉っぱは割と新しいやつかな。で、生産者の元でたくさん日光を浴びていたんでしょうね。なんで、この辺はね、古い葉っぱだと思うんですよ。そういう状態で来てる。で、ちょっとね、お家で育ててるのもあってか、負の入り方がちょっと変わってきてるみたいな。そういったところかな。こんな感じです。以上です。はい、そんな感じでした。はい、僕ね、このアルテシマ、うちにね、何本かいるんですよ。で、ここに今見せた、ここにいるやつ。こいつは特にうちの中でも、ちょっとかっこいい曲がりのね、大きめなやつ。で、ちょっとね、鉢はね、実はちょっとね、お見せするのも難しいの。ちょっとちっちゃいんですよ。根がパンパンで、本当は植え替えしなきゃいけないみたいなやつなんで。これね、そうね、10号鉢とかに入れても、全然いいと思うんだよね。今、6か7とかなんだよね。転足みたいな。もうちょっと足ちっちゃすぎるみたいな。ちょっともうバランスもね、結構危ないよ。っていう感じです。で、この幹を見てもらうと、クロートの人だと、何々園、沖縄のどこどこ園のかなとか、分かっちゃうのかなわかんないけど。すごくいい仕立てですね。太いですよ。ちょっと一番太いところでこのくらい太さありますね。でね、アルテシマって、やっぱり部屋に置いたら、部屋が明るくなるみたいな、そういったイメージあると思うんですけど、これね、結構ね、葉っぱによって多分その印象変わると思うんですよね。多分育て方とかね、育った環境によって葉っぱの色変えていくんですよ。いつかこれ全部アルテシマ、本当に同じ品種みたいな、そういったね、考察動画をお届けしたことがあると思うんだけど、本当にね、うちに届いた時はすごくね、白い風、くっきりとした風が入って葉っぱだったのに、お家に来たら、どんどん白っぽかったのがだんだん緑色っぽくなってきて、しまいには葉がなくなっちゃったみたいなこともあると思うんですよ。で、このね、アルテシマも、結構長いことうちにいるからね、いろんな葉っぱを今つけてるんですよ。要するに、育った場所とか、あるいは並んだお店とか、で、そんでうちに来たよと。で、うちでの環境みんな違う。その環境がみんな違うから、葉っぱの色もまた変わってきて、その遍歴みたいのが見えるっていうか、そういう意味ではね、葉っぱを落とさないでずっと頑張っているっていう感じなんですよね。でね、今ちょっとこの人の下にね、今これグラングランなんてこれね、別のアルテシマなんだけど、これもちょっとね、ついでだからちょっと見せようかな。これもね、これは葉っぱがね、ちっちゃめのね、アルテシマなんだけどね、これ色濃いでしょ。緑色が結構強めの緑色。この細くてブニョブニョンってちょっとしちゃうんだけど。この曲がり。このね、この曲がり方、これはどこどこのアルテシマだなとか、クロートの人は分かっちゃうんでしょうけどね。なので、アルテシマって基本的には明るいね、そういった印象あると思うんですよ。明るく元気なフィカス。で、お家に置いとくともう部屋も明るくなって楽しいみたいな思うと思うんですけど、最初はそうだったかもしれないけど、育て方によってですね、葉っぱがどんどん暗くなってですね、なんとなくどんよりした雰囲気になってる。どんよりした雰囲気ほどにはならないけど、でもね、僕のね、前にね、勤めてた会社の
社の会議室があって、窓がね、西向きになんですよ。で、その西の反対側にもね、建物建ってるから西日すら入ってこないみたいな暗い部屋だったんですよね、その会議室が。その会議室に置いてるアルテシマがさ、なんかね、全然符がなかったんですよ。この話をする前にちょっと話しておかなきゃいけないのは、もう知ってる人もいるかもしれないんだけども、アルテシマってお店で見たら、ほぼ9割9分、この斑入りのピカスのことを言ってるじゃない？そうなんですよ。このね、アルテシマは斑入りの品種が主流なんですよ。一般的にはね、ピカスだけに限らずね、いろんな植物で、斑入りっていうのが特別視されて、それがレアだったりしてね、そういう扱いなのに、アルテシマは逆なんですよ。斑入りが普通で、ってことはですね、ふなしのアルテシマはレアなんですよ。これはね、たまに本当に大きなね、観葉植物屋さんとか行くと、たまに会えるレア。で、これレアフィカスなんですよ。なので、その会社のね、会議室見た時にアルテシマが置いてあって、あ、これ、ふなしのアルテシマですね。レアですねと思って、びっくりして、ちょっとよーく見たの、葉っぱ。そしたら、うっすら色の違いがあった。深い緑と超深い緑の斑。要するに、日がね、全然なくて、斑が消えてっちゃったの。このね、たくさんね、太陽を浴びるとね、斑が白っぽくはっきり出てくる。あんまり浴びないと緑色のまんまなの。要するにね、なんかね、これはね、よくさ、たくさん日光当てると、葉が、緑の色がどんどん濃くなっていくみたいなパターンもあると思うんですよ。ウンベラータがそうなんですよ。なんかね、逆の発想なんですよね。論理立てて説明してくれる人いるんだけど、それはその場でね、納得するんだけどね。要するに、アルテシマは太陽を、たくさん浴びればね、そんなに葉緑体が多くしなくても光合成できるという環境に置けば、その斑はより、白くなるというか、緑になる必要がないっていう感じで白い斑が大きくなってくる。だけど、暗いとたくさん日光を浴びなきゃいけないから、葉緑素を増やさなきゃいけないでしょ。なので、緑が増えると。表面積的にね。で、これだけ聞くと、なるほどって思うんだよね。ちょっとね、なんかまだ納得できてないっていうのはあるんだよ。だけど一応ね、アルテシマはそういうこと言われてるんで、一応それを信じましょうよ。でもね、確かに、本当に暗いとこにあるアルテシマは、太陽の入らないとこにあるアルテシマは、なんか斑がね、曖昧。でね、部屋もね、明るくない。雰囲気も、なんかドヨーンと。その会社が悪いと思うんだけどね。この会社の会議室は暗いですよ。会議室じゃないだけじゃないわ。執務室もすごい、なんか嫌な空気が流れてたから。それはいいんだけど。ただ、だったとしても、耐陰性がすごい強い。これがね、アルテシマの人気の秘訣でもあると思うんですけど、とにかく丈夫です。強い。耐寒性も、さることながら、耐陰性も、かなりね、あると思いますね。生産者が作り上げたこの白い斑の葉っぱもあれば、そうじゃない深い緑の葉っぱもある。要するにね、環境が変わっても、そんなにね、そんじょそうごらん、そんなぐらいのことではね、葉っぱ落とさないんですよ。だからいろんな葉っぱがついてるってことなんだけどね。そのね、丈夫さはね、ほんとね、他のフィカスと比べてもね、やっぱね、かなりね、強いって安心して育てられるっていうところがありますね。ベンガレンシスも丈夫ですよ。ベンガレンシスとアルテシマどっちが丈夫って言われると、これちょっとパッとね、イメージで言うと、アルテシマの方が丈夫なのかなとちょっと思いますね。キングオブ定番のウンベラータあるじゃないですか。ウンベラータもすごい丈夫ですよ。すんごい成長するしね。成長のスピードも速いし。だけど、あの人ね、ちょっと寒いのとかね、ちょっと弱いじゃん。アルテシマの方が上かな。だからね、本当はね、アルテシマとウンベラータ比較っていうのもね、やりたいと思うんだけどね。今回はちょっと普通にうちのフィカス紹介ということで紹介してるっていう感じね。アルテシマはやっぱり、そうね、フィカスに最初手出すなら、やっぱアルテシマは候補に上がりますよね。ウンベラータとベンガレンシスの比較、この間やりましたけど、最初にね、フィカスに手出すんだったらどっちがいいか、みたいな話をさせてもらいましたけど、ここにやっぱりね、アルテシマはやっぱりね、入れなきゃいけないよね。アルテシマとベンガルとウンベラータ。この3つはね、やっぱりね、最初にね、フィカスの入り口としてやっぱあるんで、ここはね、やっぱり抑えたいとこかなと。しかもめっちゃかっこいいしね。これ贅沢な話ですよ。贅沢な話。部屋の大きさとかね。もちろん経済的な事情もあると思う。欲を言えば、同じ部屋にさ、アルテシマとベンガル、それぞれなんか立派なやつさ、並べておきたいよねって思わないか。似てるんだよ。ちょっとパッと見ね、ピカソを好きになり始めた頃は、ベンガレンシスとアルテシマって、やっぱりなんか比較したよね。どっちがああだなとか、どっちがいいよねとか。
どっちが高級感があって、どっちが明るくて、みたいな。どっちがとか考えてるうちに、なんか結局どっちも欲しいになっちゃって、どっちも並べちゃうみたいな。でもね、確かに部屋の雰囲気を支配する強さはありますね。ベンガルもアルテシマも。だからどっちが部屋に合うか、どっちが自分の性格に合うかは、もしかしたらもう結構両極端というか、対極っていうか、それぞれ対極にあるかもね。私はアルテシマ派。僕はベンガレンシス派。そういうの分かれるタイプかもね。っていうのは、一般論かな。僕はね、この2つはね、並べてね、鑑賞したいと思うから、両方変えるって言っちゃうんですけどね。だからね、前回の比較もアルテシマとベンガルじゃなくて、ウンベラータとベンガルだったんだよね。あの時ね、ウンベラータとアルテシマでもよかったかなとは思ってるんだけど、なので、まとめましょう。あなたがこれからね、アルテシマを育てたいと思うなら、まずね、お家に迎え入れてですね、育て方としては、僕の理想は、やっぱりね、アルテシマは、風がくっきりとしているやつが好きなんですよ。なので、たくさんね、この季節、夏の暑すぎる前ぐらいとかはね、特に今なんか一番いいですよ。6月、7月の頭ぐらい。最近はちょっと雨ばっかですけど、外に出しましょう。で、外に出して日光をたくさん浴びせて、風を浴びせて、外で育てると。そうするともう丈夫になりますから。で、丈夫になって、で、さらに葉っぱのね、くっきりとした白と緑の負の葉っぱを育てていきましょうよ。冬はもちろん中に入れますけど、そんなに心配しなくても大丈夫。耐寒性もあるし、もちろんね、家の中でも耐陰性もあるんだけど、耐陰性があるから、冬に、お家に入れて育てるにしてもね、この夏たくさん日光を浴びせるっていうことに意味があるんですよ。なので、今の時期は外に出すと。水はね、普通、他の植物と一緒、乾いたらあげるっていうのをただ繰り返す。それは夏はね、たくさんやってもいいけど、冬をちょっと減らすとか。それ一般的な観葉植物の育て方にのっとって、やってみてください。丈夫なんだよね、これすごく。へこたれないんで大丈夫です。心配しなくて。っていう感じですかね。もしね、その葉っぱに統一感がないっていうのがあんまり好きじゃないっていうタイプの人は、もうこの時期、ちょっと遅くはないと思うんだよね。もう全部ね、葉っぱ落としちゃってもいいと思いますよ。意図的に落として、で、外に出しと。そうすると、葉っぱちゃんと出てきますから。そしたら、均一っていうか同じ環境でね、生まれた葉っぱなんでね、葉っぱの統一感も出てくると思いますね。こんな感じでどうでしょう。今日はピカス紹介、アルテシマやりました。ピカスアルテシマ。こんな感じですかね。